自分たちはあらゆるものが存在している、この存在というものが先にあっていろいろな関わりを持っているというふうに思うけど、この仏教っていうのは存在というものは空っぽであると、何もないんだけれども空っぽであって、じゃあ何があるかというと、ここに縁起と呼ばれるネットワークが先にあるわけよね。というかネットワークしかないってことを言うわけよ。そこで現象として現れはするけれども、その実態は何もないと。魂みたいなものは存在しないということ。あくまで相互関係の情報のネットワークによって正規されているだけなので、計算可能な無機質な世界であると。めちゃくちゃ冷徹な思想なわけよね、この釈迦の考え方っていうのは。ただなんで冷酷なことを釈迦は解いて回ったかというと、こんにちは、つるちゃんです。突然仏教みたいな宗教の話をしだしたとおかしくなったんじゃないかと思う方がいらっしゃると思いますので、しっかりとね仏教について話したいと思います。自分自身は専門家でも何でもないけど、15年前ぐらいに2年間ぐらいかな、図書館にこもりっきりで仏教の棚全てを制覇するぐらいまで読み続けたという経験があるので、その時の経験を生かして仏教の基礎、根本的な基礎となる部分について話そうと思います。っていうのもね、YouTube でちょこちょこと仏教解説チャンネル見たっちゃけど、なんかどうしてもやっぱり宗教やけん説法臭くなってしまうというか、その哲学の部分だけ、基礎の部分さえ理解すれば仏教ってどういうものなのかっていうのは分かると思っちゃうね。非科学的じゃないかって一周してしまうのもいいっちゃけど、そんなこと言うんやったら近代現代にかけてのそうそうたる科学者、そういう科学者たちが仏教に対して何で傾倒しているのか、もし皆さんがアインシュタインよりも自分はこの世界を科学的に見ていると、自負することができるんであれば非科学的だと一周してしまってもいいと思っちゃうけど、そうでないんやったら仏教っていう世界がどういう世界であるかっていうことは、この動画を見れば分かると思います。変なそういう宗教臭さっていうのは一切ない。もう根源的なところだけをチョイスして、図書館の棚全部読んだ中でもここさえ押さえれば仏教分かるよなっていうところだけを喋ろうと思います。まず仏教というものを理解するために重要なのは、まず仏教って釈迦ガウタマ・シッタルタという人物が何を言ったのかということを理解するためには、その釈迦という人物が生まれた時のインド哲学、もうめちゃめちゃ膨大なインド哲学がもうすでに確立しとって、どういう思想があって、その膨大なインド哲学の中の何を釈迦は否定して新しい思想として始めたのか、ここを理解すれば大体仏教が何を言いたかったのかっていうことの根源的なところは分かると思っちゃうね。仏教っていうのは原始仏教から上座部仏教っていう東南アジアの人たちが修行してなんか悟りに至ろうとするような人たち、そっちの方に移った仏教と、中国とか日本に来て哲学的にめちゃめちゃ深めていった仏教と二通りに分かれるんだけど、自分はその哲学的な方、大乗仏教、上座部仏教というのはあくまで個人がこう修行によって悟りを開くってことを中心に、原理主義者よね。やけん釈迦がしようとしたことの原理的なことを追求しようグループで、大乗仏教というのはもっとたくさんの人に広めるために哲学的にすごく深めていった宗教になってくるけん、そっちの方の言葉で解説しようと思います。そこら辺はねエクスキューズしとかんと、仏教好きな人の中では結構分かれるっちゃんね。大乗仏教大好きなんで大乗仏教の言葉で喋ります。仏教の話は後からするけん、もうまずはインド哲学の話をさせてもらうね。インド哲学っていうのは5000年間ぐらいかけてめちゃめちゃ賢いインド人、3000年前ぐらいが人間の脳の大きさのピークだと言われるけん、多分今の現代人よりももっと賢い人たちがめちゃめちゃ突き詰めた学問体系としてはベーダって言ってもめちゃくちゃ大量に種類はあるんやけれども、そのインド哲学の中では普通に今の自然科学、化学とか生物学みたいなやつ、医学とか普通にその思想とか哲学とかもあるけど、あらゆる知識の体系を学問として固めたもの、これがインド哲学としてあって、その中でも最終奥義みたいなものがあるじゃんね。ボンガ一如っていう、一言で言ってしまえばこういう奥義なんやけれども、特にこのブラフマン、これサンスクリット語で言うとブラフマンって言って、そっちの方がなんかスピリチュアルな感じですごい人気あるっちゃけど、どちらかというと我って書いてガって書いてアートマンっていう、これ自己の最小真理、こっちは宇宙の最大真理みたいな感じで、宇宙の最大真理の方がなんかスピリチュアルで面白そうなんやけれども、メインとして突き詰めたかったのはこっちのアートマンの方。私というものの根底にある本質、私の本質って何だろう、私って何だろうっていうのはもう人類が何万年間ずっと現代に至ってもね、まだまだ考え続けよう悩みやけれども、この膨大なインド哲学の中で結論付けたものっていうものが、このアートマンという考え方。アートマンっていうのは何かっていうと、自己の最小真理と一言で言ってしまえばそういうことなんやけれども、私って何ってことをめちゃめちゃ考えた時にどう思うかというと、多分この肉体そのものが私であるの本体であると思うのかっていうと、そうでもないかなと。左足が義足になった瞬間に、もうこの体は私ではないと、もう私はいなくなったと思うかというと、ほとんどの人は思わんと思っちゃうね。そもそも両足生まれながらにない人もおるし、手足がない人もおるわけよね。それらが、機械になったとしても別に私というものの本質は奪われんと思っちゃうね。血液を流動させることによって、脳を働かせさえしおけば私というものの本質は奪われてない。首から下が全部ロボットになったとしても、私というものは私は私であると思える人がほとんどだと思っちゃうね。で古代のインド人もそうやった。で極論言ってしまえば、こうやって意識を持っとったり考えたり感じたりしようのは結局は脳の信号なわけ
やけん、この脳だけを取り出して生かしておいて、で脳が何をしようかというと、ニューラルネットワークでニューロンの発火情報が入ってきて、その情報に対して敷地を超えたら発火したら電子信号や化学物質で情報01の情報をやり取りしよって、その膨大な情報、ニューロンの情報交換によって自分たちは考えたり意識したり思ったりとか感じたりいろいろしようわけよね。でこの脳だけを取り出してそこに例えばこの眼球を通して光の波長を工学的に読み取りようわけやけれども、それも結局は電気信号になって脳で計算されるわけやけん、その脳だけを取り出してそこにカメラレンズを置いて光学情報を電子データに変換して、脳に渡せば、その脳はこの世界を見ることができるようになるわけよね。例えば耳と同じような、マイクよね、空気の振動を電気信号に切り替えて脳にインプットすれば音も聞こえるようになるし目も見えるようになると、そういった時にこれは私であるか、この脳だけを取り出して世界を見たり聞いたり考えたり感じたり、なんならスピーカーをつけて喋ることもできるとなった場合、それは私であるかと言われたらギリギリ私な気がするっていう人が多いと思っちゃうね。ただこうなったらどうやろうかっていうところがあって、例えばあくまでこのニューラルネットワークっていうのは01の01のデジタル進行にほぼ近似できるわけよね。で現代ではもう AI とかもできとるわけで、このニューラルネットワークをデータとしてプログラムとしてもうコンピューターの中で再現しましたと。私と全く同じ、私のニューロンと全く同じ位置のニューロンが同じ関数で発火するようにプログラムされた。なんでもう脳を完全にコンピューターにバックアップを取りましたという状態はもう最近ね、結構現実的になってきと技術やけれども、例えばそうして全く自分と同じ行動をしますと。でこれを自分と全く同じ筐体である体、タンパク質で構築した自分と全く同じ体にそのデータをインプットした場合、それは私ですかと聞かれると、それはさすがに私ではないなと思う人が多いと思っちゃうね。なんでここが私というものの境界線になってくる。私というものの本質がなくなった瞬間よね。私の構成要素を全部削っていって最後の最後に残るのって、そのデータとしても物質としても完全に構築されたとしても、いやそれは私じゃないと。なんで私の本質って当然物質でもないし、この脳の情報でもない、データでもないわけよね。記憶でもない。じゃあ私の本質って何だろうと。これは魂とも呼べるし、意識とも呼べるし、神と呼んでもいいわけやけれども、この私の本質っていうのは何かしら表現はできない、物質でもなく情報でもないけれども確かに存在すると。その魂なんて存在しないと思えるんであれば、私と全く同じクローンができたらそれも私と思えるはずやし、 AI が人間と同じように振る舞うんであればそれは当然人間でしょうと感じると思っちゃうね。でも人類というものはそれを私と思えないということは、そこに何かしら物質でも情報でもない何かしら魂のようなものが存在するはずだと。これをアートマンと呼んだわけよね。自己の最小心理、これは物でもなく情報でもないけど確かに存在していると、確かに存在している。これは西洋哲学においてもデカルトが言った、我思うゆえに我ありっていうのは、全てを因数分解していった時に最後の最後にどうしてもそれを疑ってしまう私という存在がいると。全く同じクローンができたとしても、これは私じゃないなと思ってしまう私がどっかに存在していると。これをアートマンと呼んだわけよね。でこのアートマンっていうのは物質が全くないわけやけん、エントロピーの増大もない、つまり時間の矢も存在せんわけよね。やけんこの自分の魂みたいな本質的な自分の本質みたいなものが存在するのであれば、じゃあ人はどう考えるかというと、じゃあ自分が死んだ時、いなくなった時にこの本質はどこに行くんだろうということをみんな考え出すわけよね。やけんそうなってくると、インド哲学においてはすでにこの物質というものが分子とか原子とかを発見したわけじゃないけれども、あらゆるものは分解されて小さくなって他のものになり変わっていく。物質の総量は変わってないけれども循環をしていると。生物が死んでも他の生物としてその素材は使われていくってことは論理的に判明しとったわけよね。全ては循環していること、循環しているんで当然この魂もアートマンも循環するだろうっていうのは合理的なわけよね。やけん輪廻転生という考え方が生まれてくる。インド哲学の中でこの魂もこの生物として生まれ変わっていくだろうと。これは植物として物質としてはセルロースだけれども、これ分解していったら炭素と水素と酸素と窒素に分解されていって他のものになり変わるみたいなことはもうすでにインド哲学では言われていて、魂もそうであるだろうと。それが輪廻転生っていうことなわけよね。やけんよく仏教哲学について話すときに無常、諸行無常みたいなものはインド哲学の方でもすでにはっきりと言われておって、その物質そのものは今実体としてはここに存在しているけれども、実体としてこの葉っぱというものがあるわけではなく、全てのものは物質として循環していく。ただ川の流れのように移ろいでいく中にたまたま今葉っぱとして存在しているだけだということはもうインド哲学の中ですでに言われていることです。じゃあ釈迦は何を否定したかというと、このアートマンというもの、魂というもの、自己の本質というもの、こんなのは存在しないよと言ったのが釈迦といえば全ての説明がつくはずっちゃうね。
ら自分の本質というものは存在しない。実際私がいると思ってる時点で現象として起こってはいる、立ち現れてはいるけれども、それはあくまで幻想であって、じゃあ何であるかということを、説明しようと思った時に、大乗仏教でいう空とか縁起みたいな思想になってくるんやけれども、空即是色、色即是空みたいな言葉は般若心経で唱えられておけん知っとる人も多いと思っちゃうけれども、色つまり、見渡す限りの全てのものは、空であると。この世の中にある全てのものは空である。でこの空というのをないと、訳してもおかしいし、空っていう文字だから空っぽって意味と捉えても間違いですみたいな風に言う人もおるっちゃけど、これは明確に空っぽって意味やと、自分は思っとっちゃうね。何やったかな、シーニャみたいな、違ったかもしれんけど、その言語の意味もやっぱり空っぽみたいな意味なんよね。空っぽ、大事なものがそこに備わってないみたいな意味の言葉が当てられとって、自分たちはこのあらゆるものが存在している、この存在というものが先にあって、その存在同士がいろいろな関わりを持っているというふうに思うけど、この仏教っていうのはこの存在というものは空っぽであると。何もないんだけれども空っぽであって、じゃあ何があるかというと、ここに縁起と呼ばれるネットワークが先にあるわけよね。この中はネットワークが先にあって、というかネットワークしかないってことを言うわけよ。この世は縁起だけで成り立っていると。このあらゆるネットワークによって正規されて、そこで現象として現れはするけれども、その実態は何もないと。でこの実態は何もないってことはインド哲学でも言われとったけど、でも突き詰めていったら、私というものの自己の最小真理はあるよね。これはデカルトも言ったこと。どう論理的に詰めていっても最後の最後に私というものは存在してしまうよね。だけど釈迦が言いたかったことは、このアートマン、この最終真理であるはずのこのアートマンというものすら存在しないよと言ったのが釈迦なわけよね。確かなものなど何もないみたいな説明のされ方はするけど、確かなものって実はもうインド哲学の中でアートマン、そしてこのブラフマン、これだけであるというふうに結論づいてるわけです。それを否定したかった。だけど輪廻転生、仏教では輪廻転生は否定しているというふうによく言われるけど、それをも転生する私の本質が存在しないんだから、魂というものは存在しないんだから、当然輪廻もないわけよね。なんで全てのものはネットワークであるっていうことは何を言おうかというと、この世は情報空間であるということを釈迦は言いようわけよね。情報空間であるとはもちろん言ってないけど、もうそういうことを言いようわけよ。私というものがいて、ここに桃の木があるけれども、桃の木と私、栽培者と栽培非体というか、この関係、このネットワークでたまたま現象として私という現象が見るという現象をした時に桃という現象が立ち上がってくるわけだけれども、ネットワークが失われた瞬間、存在しなくなる。主観的に言うと分かりやすいけれども、客観的に言ってもそうだよということを言いようわけよね。例えば鶏卵論争みたいな、鶏が先か卵が先かみたいなこともよく言われると思っちゃうけど、この発想がそもそも西洋的なわけよね。西洋的というか、存在をまず先に、確立させたいと思ってしまう自分たちの、執着がある、存在に執着してしまうこの心理から生まれてくる疑問なわけよね。卵が先か鶏が先かなんてことは仏教ではどうでもいい問題。その間にあるこの親子という縁起によってお互いが成立しているだけなので、どっちが先かなんてことを考えること自体がナンセンスだというのが、仏教の考え方になってくるわけっちゃね。なんで今スマホで、動画を見ようと思っちゃけど、スクリーンに現れてくるものが、全てネットワーク、要は情報によってただただ現象として現れているものってことは理解しやすいよね。まさかそこの画面に自分が本当におると思ってる人はおらんと思っちゃうね。このスマホっていう物質、ガラスはガラスやろうけど、このスマホの本体といえば、このチップっていうのは、中に大量のトランジスタがあって、要は半導体、物質としてはシリコンか。トランジスタが何をしようかというと、電気信号をオンにしたりオフにしたりするっていう、そういう操作をやりようわけよね。オンかオフか、つまり0か1かの信号を送るよう、このトランジスタが大量に並ぶことによって膨大な計算をした上で、この画面にはもうよく見ると小さいドットがいっぱい並んどって、この緑あたりにはこのグリーンが250、ここら辺はグリーンが263とか、そういうドットがたくさんただ並んで、ただ葉っぱがあるように見えてる。自分がこう動いたらこの手の形に、このドットは何色でこのドットは何色でって表現しとるだけよね。あくまで情報としてこのデータを計算して、出力されて、そういう風に見えとるだけであるってことは、モニターは分かりやすいと思うんやけれども、じゃあこの動画をタップしようと思った自分はなぜタップしようと思ったのか。それも全ては情報のネットワークによってタップさせられとうわけよね。分かりやすいところから言うと、Google のアルゴリズム、これもGoogle のニューラルネットワークの学習によって、あなたがおそらくこの動画をタップするだろうと思われて、そこに表示されとうわけよね。表示されとって、私はこれを見ようと思ってタップしたと思っとうけど、その見ようと思った
このタップしたという行動に対してもこれまで、皆さんが過ごしてきたこの人生によってどういう人に会ってきてどういう話を聞いてきてどういう勉強をしてきたいろんなさまざまな縁起ネットワークによって今この動画をタップしようと思った自分というものの本質がいて自分の意思としてタップしたと思っとうけど、それは全てこれまで積み上げてきた縁起から正規されたただの現象であるということを言うわけよね。物質にしてもそうだけど例えば自分の、肉体、よく見たら細胞があって細胞があるぐらいまでは顕微鏡で見えるけれども分子を紐解いていったら原子があり原子の周りには電子が回り寄ってその分子もそうよね。分子の結合も結局はネットワーク電子が足りんところ同士がピタッとくっついて分子になったりするわけよね。電子的なネットワークとして結合して物質として正規されとだけであってただのネットワークであると。物質というものはただのネットワークである。でその原子もよく見てみると中には中性子であったり陽子だったりがあってそのさらに細かく見ることはもう不可能人類には分からんけれども計算することができてそこにはクォークがありその核力が働いていて全てはエネルギーの相互作用によって成り立っていてじゃあ本質は何だと言われて本質的なものは特に何もないわけよね。そしてこの世界というのはもう情報空間なわけで計算可能なわけ。その本体として本質としてあるこの魂みたいなものは存在しないということをああいうふうな確固たるものは存在しない。あくまで相互関係の情報のネットワークによって正規されているだけなので、計算可能であるとも言えるわけよね。計算可能な無機質な世界であるということを言うよ。めちゃくちゃ冷徹な思想なわけよねこの釈迦の考え方っていうのは。 AI がこれから人間のように振る舞い出した時にいやどこまで人間っぽくなったとしてもそれは人間ではないと言い張ると思う。なぜかというと何か私というものの核がどっかにあるはずでこのロボットにはないからっていうことを、最終言い出すやけれども釈迦はそんなことないと、そもそも私というものの本質というものは存在しないし当然ロボットにも本質はないけれども、どちらも同じ現象として現れているものとしては同一であるよということすごく理系的な感性を持った、思想なわけよね。ただなんで冷酷なことを釈迦は説いて回ったかというと、この世の中にある苦しみなぜ人々は苦しめるのか。苦しみにも種類はたくさんあるけれども全ての苦しみの原因っていうのを突き詰めていった時にやっぱりそこに何か存在があると思う。私という確固たるものが存在して何か私の意志が働いていると思っているけれども全てはネットワークによって現れた現象なだけであってそれにとらわれる必要は何もないということを言いたいわけですよね。全ての苦しみは何かにとらわれることからしか生まれないわけですよ。お金というものにとらわれている人もいるかもしれないし他の他者との関わりについてその他者について悩んでいる人もたくさんいるかもしれないけれどもそんなものはそもそも空であると存在しないんだ。あるのはただただ縁起があってそこからその縁起によって正規されている現象が現れているだけなのにそこに執着する必要なんて何もないと。私というものに執着しているから自分が死んでいくこと老いていくことが苦しく感じてしまう。若く痛いと思ってしまう。私という確固たるものなんてどこにもないのにものだけではなくですねその信念とかいう思い大事にしている価値観とかそういうものも全ては空であると。精神的な現象だったり感情だったりそういうものも空であると。存在しないのにあるかのように錯覚してしまうことこれが全ての苦しみの原因であるから囚われるのをやめようよということを仏教は言ってるわけですよね。こういうことをね言い出すと説法臭くなっちゃうね。やけん、この辺にしたいと思っちゃうけど最後にエクスキューズさせてもらうけど、基本的に仏教に限らず、自分はこれ本を大量に読むことによって、これを学んだわけやけれどもそもそも文字にした時点でもう本質的なものは失われててこの仏教の教えの本質は文字から得ることはできないよってことは言われとうわけよね。釈迦本人は言って釈迦は絶対文字にするなよと言いながら死んだのに弟子たちがお経に書き起こしたわけよね。3000年前の、脳が大きかった賢かった時の人類の、最後の人たちちょうど3000年前全員3000年前ぐらい例えば物理学とか数学とか化学とか、生物学とかそういった自然科学の大元をたどっていくと哲学があるわけやけどその哲学の大元は誰かというと3000年前のソクラテスなわけよね。でソクラテスは絶対に文字にするんだと文字にしたら全て本質が失われてしまうからと言ったけれども弟子のプラトンアリストテレスらが文字にして学問を始めていったわけよね。それによって誰にでも分かりやすいように、論理的に解説することができるようになって、今こうやって科学が発展しとわけやけれども本当は本質は失われとる可能性もあるわけよね。孔子とかもそうよね。孔子も、絶対に文字にするなよと言ったけど弟子たちが死曰くって言って死んだ後に書くわけよね。書くことによってその文字情報に、依存してしまって自分で考えることをやめてしまうわけよね。その文字情報を自分にインストールすれば自分が賢くなったような気になって、何かを得たような気になるわけだけれどもおそらく本質はそうではないよってことは釈迦も言っていてちゃんと体験によって学べようと、言われたから農業をしているわけですよね自分も。
も、キリストだってそうですよ。新約聖書書いたのはキリストじゃないですよね。弟子たちが勝手に死んだ後に書いたわけで、もしかしたら、体験の方が重要なのかもしれないと、そういった属性から、離れたいと思ったらですね、ぜひ自分で自然の中で、植物を栽培してみるのはいかがでしょうかということで締めさせていただきます。ではまた、バイ。